トヨタイムズスポーツをご覧の皆さん、こんばんは。晩ご飯タイムに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。さあ、先週に続いてトヨタイムズスポーツは午後7時からの放送ということで、世界のトヨタアスリートの活躍をお届けする特別体制でございます。まずですね、このオリンピック期間中に行ったらいいなと言っていたチャンネル登録者数がなんと7万人を突破しました。皆さんありがとうございます。オリンピック・パラリンピックを経て10万人目指しておりますので、よろしくお願いします。ということで、まず、世界中のトヨタアスリートと申し上げましたが、最初はフィンランドの話題からいきたいと思います。盛り上がっているのはフランスだけではありません。WRC 第9戦ラリーフィンランドが昨日開幕しました。トヨタガズーレーシングワールドラリーチームの本拠地があるこの、フィンランドでの戦いなんですが、マニファクチャラーランキングでトップのヒョンデに1ポイント差で2位につけています。トヨタ万全の体制で挑むことになっています。エバンス選手、オジェ選手、ロバンペラ選手、勝田貴元選手の4人のドライバーに加えて、今シーズン WRC2 クラスで2勝を挙げているフィンランドの若手ドライバーサミ・パヤリ選手が GR ヤリスラリーズ1ハイブリッドのステアリングを握ります。ラリー1デビュー大変注目です。サミ・パヤリ選手は現在22歳、これ隣にいるのはですね、お姉さんでコドライバーのエンニ・マルコネンさんということで、5台のラリー1がサービスパークに並ぶということになります。5台並ぶところ見てみたいですよね。ただこれ見てください。このね、サミ・パヤリ選手が乗る5号車というのは、ホワイトが、ベースです。これ若く才能のあるドライバーの支援についての TGR ワールドラリーチームの思いが込められています。でもね、この白いラリー1だけじゃないんです。こちら手前はロバンペラ選手が乗る69号車、奥はオジェ選手が乗る17号車、この2台には、この春発売された2人の名前が付けられた GR ヤリス特別仕様車にインスパイアされた特別なカラーリングが施されています。ちなみにロバンペラ選手はまだ地元のラリーフィンランド勝ったことはありません。オジェ選手もトヨタに来てから勝ってません。そして皆さん、これだけじゃないんです。フィンランドといえばラトバラ代表も地元じゃないですか。去年はラリー1に乗ってスポット参戦しましたが、今年は GR ヤリスラリー2に乗って WRC2 クラスに出場します。出ちゃうんですね。ラトバラ代表は我々のカスタマーと経験を共有するいい機会でありますとコメント。ラリー2がラリーの現場で鍛えられるということで、もうすでにこのラリーフィンランド始まっていますので、気になる Day1 の結果お伝えしましょう。地元フィンランドユバスキュラに住んでいる勝田貴元選手がなんと全体2番手でございます。トップのヒョンデヌービル選手から 1.1 秒差、ラリー1デビューのパヤリ選手もそんなに大きな遅れはなく総合9位につけています。ちなみにラトバラ選手は WRC2 クラスで3位につけているという状況です。こちらアベマで明日の SS16 と、日曜日の最終ステージ無料生配信があることになっていますということで、ぜひ皆さんフィンランドにも思いを馳せて応援よろしくお願いします。ではこちら参りましょう。さあ、ここからはトヨタイムズスポーツパリ2024オリンピック特集ウィーク2回目ということになります。フランスはですね、現在お昼の12時を回ったところということで、今日もですねフランスパリとつないで街の興奮を現地から三好キャスターに伝えてもらおうと思います。ということで、開幕から1週間が経ちました。総勢102人が参加しています GTTA グローバルチームトヨタアスリート。もう一回見せますよ。100人、いやこれだけじゃありません。裏もあるんですよ。これだけたくさんのグローバルチームトヨタアスリートを応援しなければいけません。ぜひ皆さんこの GTTA グローバルチームトヨタアスリート、何度でも言いますが覚えていただければと思います。皆さんどうですか、このパリのオリンピック、ちょっとこの日本との時差の関係で寝不足じゃないですか。
ちょっと上に出してみました。連日寝不足ですよねと、お付き合いください。私は結構寝不足になっております。でぜひですね、皆さんコメント欄で応援メッセージなどいただければと思いますが、今日もいろんな言葉で頑張れと、スースーというのはタイ語での頑張れ、テンピアはフィンランドの言葉ですね。それからロックオン、これは英語での頑張れですかね。マッサージさんから来てますけれども、はい、よろしくお願いします。たくさんコメントお待ちしております。さあということで、まずは先週金曜日の開会式の後、昨日までの GTTA の結果、それからここから1週間の予定、102人いるんで本当にたくさんありますが、見どころを含めてお伝えしていくのでちょっとお付き合いください。まずはこちらからいきましょう。ハンドボールですね。36年ぶりの自力出場となった日本代表は、写真の渡辺選手を含む6人がトヨタ車体、トヨタ合成2人、8人が、日本の GTTA です。予選ラウンド残念ながら3連敗、6チーム中上位4チームが決勝のトーナメントに進出できますが、現在6位ということでもう負けられません。それから地元のレジェンド、6大会目のオリンピック、ニコラ・カラバティッチ選手が GTTA としていますフランス、いや予想外の苦戦ですね。2敗1分けでグループ5位となっています。ハンドボール、その予定いきましょうか。フランスのアルゼンチン戦が今行われていまして、日本のスロベニア戦は今日深夜2時からということになっています。でそれぞれ4日にもう1試合ずつありまして、7日以降の決勝トーナメント進出ができるか決まることになっています。続いて卓球いきましょう。日本代表の張本智和選手、混合ダブルスは北朝鮮代表相手にまさかの初戦敗退だったんですが、その後シングルスすごかったですよ。3連勝の後準々決勝、世界選手権連覇中の中国選手に敗れベスト8でしたが、もう本当にフルゲームのね最後までしびれる戦いでした。東京大会のベスト16から一歩前進という結果でした。それからプエルトリコのアドリアナ・ディアス選手、3回戦で北朝鮮の選手に敗れてベスト16で大会を終えました。卓球の予定です。張本選手はシングルスが終わりましたが、男子団体が5日から始まります。この種目は東京で銅メダルを獲得した種目ということで、メダルに期待しましょう。競泳です。たくさんあります。まずは男子からいきます。アメリカのドレッセル選手、自由形リレーで金メダル、この種目3連覇達成です。リオで2つ、東京で5つ、パリ1つ目ということでトータル8つ目の金メダルになりました。そして 50m の自由形は準決勝5位で決勝進出。それから南アフリカのクッツェ選手、背泳ぎの 100m が5位入賞、 200m は7位でした。そして一番下ですね、8年ぶりのオリンピックとなった日本の渡辺一平選手、本命の 200m 平泳ぎで6位入賞です。8年前のリオと同じ順位で大会を終えましたが、この8年間ね、他の選手もレベルアップしたことを考えると素晴らしい結果です。後で会場で観戦した三好さんにちょっとその様子伝えてもらおうかなと思っております。女子いきましょう。バタフライと自由形の 100m と 200m、3種目に出場したチェコのセーマノバ選手、自由形の200のみ決勝に進出しました。6位入賞という結果でした。ハンガリーのカパーシ選手はバタフライ 200m 準決勝で敗退となっています。競泳の予定いきましょう。アメリカのドレッセル選手は3日に 50m の自由形、 100m バタフライ、加えて混合のリレーもね出場する可能性がちょっとだけあります。3つ金メダル加算する可能性がありますね。セーマノバ選手は 200m 個人メドレーはオリンピック初出場の種目、それから男子のハンガリーベツレヘム選手は 1500m の自由形決勝に出場する可能性があります。アーチェリーいきましょう。メキシコのバレンシア選手、女子団体の3位決定戦オランダに勝ちまして見事銅メダル獲得です。パリ大会でメキシコ最初のメダルをもたらしました。個人戦も2連勝ということで3回戦進出となっています。一番下ゴルフ、東京オリンピックで4位とメダルにわずかに届かなかった松山英樹選手、初日を終えました。8アンダー、首位好スタートを切っています。さあそのゴルフの予定なんですが、この後、4日まで続きますので楽しみですね。それから左のアーチェリーは、今日東京で、銅メダルだった種目混合団体が、バレンシア選手行われています。個人戦の方は3日に一気に決勝まで行われることになっています。
スケートボードいきましょう。ストリート種目に出場したフランスのミル選手、予選9位、決勝進出はなりませんでした。足首の骨折から復帰しての大会ということで、毎日助けてくれたみんなに感謝したいとインスタグラムでコメントがありました。地元での熱狂を感じたようです。それから自転車マウンテンバイク、クロスカントリーを周回して順位を競う競技ですが、女子東京オリンピック4位のハンガリーバシュ選手は10位という結果でした。それから同じく、自転車の BMX レースですけれども、5月の世界選手権で金メダルを取っているアメリカのウィロビー選手は初戦3位で準決勝進出を決めています。さあ、そのウィロビー選手なんですが、今日が準決勝、3日に決勝ということで、リオオリンピック銀以来のメダルを狙っています。それからスケートボードの予定なんですが、男子パークにプエルトリコのピニエロ選手が7日に登場します。オリンピック初出場となる選手です。パークというのは湾曲したくぼ地状のコースで技を競い合う種目です。射撃いきましょう。ハンガリーのペーニ選手、男女ペアの混合エアライフル、それから男子の個人、さらに火薬で撃つライフル 50m 3姿勢、すべて残念ながら予選敗退となってしまいました。3大会目のオリンピックもメダル獲得はなりませんでした。柔道の結果いきましょう。女子63キロ級フィリピン代表、日本人のお父さんを持ち日本で幼少期を過ごした渡辺選手、残念ながら1回戦敗退となりました。男子100キロ級スペインのシェラザディシビリ選手は準々決勝で敗れ、敗者復活戦では東京大会金メダルの日本の選手に勝ったんですが、3位決定戦に敗れてメダルには届きませんでした。ボクシングの結果が一番下です。女子75キロ級、東京では5位入賞となったカナダのティポー選手は1回戦初戦敗退となりました。サーフィンいきましょう。太平洋にあるフランス領タヒチで行われたペルーのメッシーナ選手、5位入賞だった東京以来2回目のオリンピックは2回戦敗退です。その下、セーリングヨットですが、北京から連続で出場5大会目となるトヨタ自動車東日本の富澤選手、今回のパリから新設された IQ フォイル級という、より、スピードが出る種目、累積順位18位、予選敗退です。それからその下、2人乗りの女子 49er FX 級トヨタ自動織機の長松田中ペアは17位で初のオリンピックを終えました。そしてその下からは飛び込み競技になります。女子 10m シンクロ GTTA 対決となりましたが、イギリスのスペンドリー・ニシリ X 選手が、まず銅メダルを獲得しました。初のオリンピックメダルです。メキシコのオロスコ選手が5位入賞となっています。飛び込みの予定いきましょう。2大会目のオリンピックとなりましたメキシコのオルベラ選手、今日ですね、シンクロ 3m 飛び板飛び込みと、来週は 3m 飛び板飛び込みに出場することになっています。で、シンクロの方でも対決したイギリスのスペンドリー・ニシリ X 選手とメキシコのオロスコ選手が 10m 高飛び込みで GTTA 対決。そして、栃木トヨタの榎本遥選手、日本代表、女子 3m 飛び板飛び込みに登場することになっています。セーリングの予定いきましょう。トヨタ自動車東日本の岡田選手、東京は7位でしたが、この混合4709、6日までの順位で7日の最終レースに挑むことになります。それからドイツのマウス選手、5大会目のオリンピック、まだメダル獲得はありませんが、8日までフォーミュラカイト級に登場することになっています。体操いきましょう。こちら見方としては、まず個人総合は決勝まで終了していますので黄色になっています。GTTA で唯一決勝まで進んだフィリピンのカルロス・ユーロ選手は12位でした。そして種目別の方は赤くなっている種目が決勝進出種目、予選の順位が入っています。ユーロ選手は得意の床と跳馬、キプロスのゲロウギウ選手は鉄棒、フランスのサイード選手はつり輪、スペインのサパタ選手は床3位ということになりました。ユーロ選手とこれ GTTA 対決ということになりますね。それから一番下、女子のメキシコモレノ選手は跳馬の補欠以外は決勝進出なりませんでした。さあ、その体操の予定を見ておきましょう。明日そのユーロ選手とサパタ選手が種目別床の決勝で GTTA 対決ということになります。サパタ選手は東京の銀メダリスト、非常に注目です。バスケットボールです。男子の渡辺裕太選手、テーブス海選手の日本代表、地元フランスと延長戦の末、惜敗でこれ2連敗ということになりました。アルバルク東京メインデル選手のブラジル代表も連敗。そうなるとですね、
グループ B の3試合目、これについては予定のところでお伝えしますね。で、女子一番下ですが、初戦のアメリカに敗れまして必勝を期して臨んだドイツ戦、山本選手が脳震盪で欠場という非常に逆境の中、リズムに乗れず連敗ということになりました。私もですね、ちょっとこちらの写真、昨日ですね、合同観戦会がありまして、トヨタの従業員の皆さんと一緒に、元女子バスケ日本代表の栗原さんの解説でお伝えしたんですけれども、非常に苦しい戦いということになりました。このあたりは後で三好さんにも聞いてみたいなというふうに思います。さあ、そのバスケットボールの予定なんですが、まさに今日本対ブラジルが行われています。スマホでこの YouTube 配信をご覧になりながらテレビでご覧になっている方もいるんじゃないでしょうか。この結果次第で、来週から決勝トーナメントに進出できるかが決まります。女子の方はグループ C の第3戦、ベルギー戦が4日に行われることになって、これも非常に大事です。バレーボールいきましょう。JTECT の関田選手、宮原選手、高橋選手の3人が GTTA の日本代表男子、52年ぶりの金メダルを目指す戦いはドイツに惜敗の後アルゼンチンに勝ちました。ロンドン以来のメダルを狙う女子は福留選手が GTTA なんですが、初戦のポーランドに敗れブラジルにもストレート負け、いずれも格上相手の戦いでした。さあ、そのバレーボールの予定なんですが、プール戦の残りは男子はアメリカ戦、こちら勝ち方によっては1位通過、負けても突破の可能性が残っています。一方、女子はケニア戦での圧勝が求められます。ビーチバレーボール結果いきましょう。エッフェル塔スタジアムで行われていますノルウェーのモル・ソラムペア、世界ランク2位の東京金メダルペア、当然のように連勝スタートということになりました。そして世界ランク4位ドイツのビックラー・エーラーズペアも2連勝好スタートですね。そして女子オリンピック初出場のパラグアイバリアンテ選手は残念ながら2連敗のスタートとなっています。そのビーチバレーボールの予定です。今日の深夜3時からそのノルウェーの東京金メダルペア B 組の最終戦です。ドイツの2人とパラグアイのバリエンテ選手は明日の試合ということになっています。フェンシングの結果いきましょう。男子ハンガリーの里マリ選手、サーブル団体で銀メダル獲得おめでとうございます。これは東京よりも一ついいメダルということになりました。ローイングいきましょう。ボートですね。シングルスカルの3人、男子のギリシャのヌトースコス選手、女子はニュージーランドのトゥイック選手が準決勝、ニュージーランドのアロノス選手は準々決勝4位で順位決定戦に回ることになっています。さあ、そして、予定なんですが、それが今日行われまして、男女のシングルスカルの決勝は明日3日ですね。これ2人とも東京からの連覇がかかっています。それから左側フェンシングの予定ですけれども、ハンガリーのシクローシ選手がこの後エペ団体、フランスのバーダー選手は女子サーブル団体、こちらは東京銀メダルの種目、メダルの期待が高まります。7人制ラグビーの結果です。ベルブリッツの谷中選手、トヨタ自動織機の福士選手、ジョシュア選手の3人、日本が10位、11位、12位決定戦に敗れまして、12位で大会を終えました。これ三好さんの、インタビューを見ますと悔しい気持ちはあるとしながらも、谷中選手はオリンピックの雰囲気に感激した、そんな様子でした。また戻ってきたいと前向きにコメントしていました。さあ、ホッケーの結果がその下4つ並んでいます。セドリック選手のベルギー、これトヨタなのにセドリックというふうにお伝えしてきた選手ですが、東京の金メダルチームということもあって予選プールは4連勝。セドリック選手はニュージーランド戦に出場しまして勝利に貢献。2位以上が決まりまして決勝トーナメント進出を決めているという状況です。予定を見ておきましょう。もう1試合アルゼンチン戦が残っていまして、4日から決勝トーナメントが始まり、勝ち進めば8日にオリンピック連覇をかけて決勝です。バドミントンの結果に行きましょうか。3人の GTTA がいまして、男子は日本の西本選手、タイのビジットサーン選手ともにですね、リーグ戦を勝ち抜きまして、上から3列目決勝のトーナメントの初戦でなんと GTTA 対決が実現しました。結果はビジットサーン選手に軍配です。そして女子のスペインのマリン選手も決勝トーナメント1回戦を突破することになっています。さあ、そのバドミントンの予定なんですが、ビジットサーン選手は今日準々決勝、去年の世界選手権チャンピオンが初のオリンピックで金メダルなるか、そしてマリン選手はリオ以来の金メダルを目指す戦い5日まで続くことになっています。
ウェイトリフティング予定としてはこれ初めて出てきましたね、チャイニーズ台北のグオ・シンチュン選手、4大会目のオリンピック、東京の金メダリストが8日の女子59キロ級に登場することになっています。さあそして陸上が始まります。ここからたくさんありますね。まずはその先陣を切る形、日本の太田智樹選手、1万メートルが日付変わって、これ今日の日付変わって朝の4時ですね。初めてのオリンピック、田原の応援を背に頑張ってほしいところです。それからアメリカのマイケル・ノーマン選手なんですが、お母さんが日本人、東京ではリレーで金メダルも400は5位でした。ただですね、一昨年の世界陸上で金メダルを取っているということで、パリではこれ7日の決勝、400m 決勝、頂点を狙う戦いになります。それから花形種目男子 100m にはマラソン王国ケニアのオマニャラ選手、ケニアの、騎手も務めた選手ですが、アフリカの記録保持者ということで、8日に決勝を迎えることになっています。それから女子の 200m 真ん中あたりにありますけれども GTTA 対決があります。メキシコのタマヨ選手は初のオリンピック、アメリカのトーマス選手は東京の銀メダリストということで6日に決勝を迎えることになります。陸上の予定は2枚目に行きましょうか。カナダのワーナー選手は男子の十種競技、東京でオリンピック最高得点で金メダルを獲得している選手です。今日と明日の2日間で100m とか走り幅跳びとか棒高跳びとか 1500m とか文字通り10種目行われます。まさに今初日の競技中ということになっています。それから左下ですね、やり投げにはパキスタンのナディーム選手2度目のオリンピック、それから右下男子の 110m ハードルに、キプロスのトライコビッチ選手は3大会目のオリンピックということで、いずれも8日に決勝を迎えます。陸上の予定は3枚目に行きましょうか。ドイツのクラウス選手が女子 3000m 障害に登場です。決勝は6日、これまでの3大会で着実に、順位を上げてきました。初めてメダルに届くか注目ください。それから棒高跳びはもともと3人の GTTA だったんですが、地元フランスのシュバリエ選手が代表に選ばれながら3月の世界選手権で足首を骨折し、残念ながら出場を辞退することになりました。残りの GTTA2 人が対決することになります。ギリシャのステファニディ選手、ニュージーランドのマクタガード選手、マクタガード選手はもともと体操の選手ということで今回が初出場。それから一番下、東京大会7位のベルギーのフィドツ選手が7種競技の初日を迎えることになっています。さあそしてトランポリンの予定が、この日、この2日金曜日の1日だけトランポリンはあります。トヨタモビリティ東京がサポートする森ひかる選手、ご注目ください。それからレスリングは、女子フリースタイル53キロ級に、ギリシャのプレボララキ選手4大会目のオリンピック出場です。それからカナダのカヌーのスプリントが始まりますね。予定いきましょうか。スラロームに対してこのスプリントというのは流れのないフラットな水面を漕いでいく競技になります。チェコの福佐選手、男子カナディアンのペアとシングルの両方に出場します。それからハンガリーの戸塚選手はカヤックのペアと4人で乗るフォアという種目に出場します。それからデンマークのヨルゲンセン選手は東京銅メダルのカヤックシングルを含む2種目に登場。それからハンガリーのチペス選手は、リオと東京で連覇をしていますカヤックフォア 500m、それから東京銀メダルのカヤックシングルと、メダルの有力候補ということで、非常にこのカヌーの競技は、東ヨーロッパで、盛んということで、非常にこのハンガリーとかチェコとかそのあたりの、選手の出場が相次ぎます。カヌーはスラロームが結果が出ていますのでお伝えしましょう。オーストラリアのジェシカ・ホックス選手、カヤックカナディアンでダブル金メダルおめでとうございます。カナディアンは東京から連覇、そして東京で銅メダルだったカヤックはずっと夢見てきたレースで得られたオリンピックチャンピオンの称号にただただ誇らしいと SNS にコメントがありました。それから一番下、チェコのロハン選手はカナディアン6位入賞ということになっています。そしてカヌーのスラロームは予定としてはこんな感じです。この2人まだ出るんです。新種目カヤッククロスという種目に出るということで、今日はこのカヤッククロスを掘り下げていきたいなと思います。
たくさん予定がありましたが、その中で選ばれたのがこのカヤッククロスでございます。パリからですね新しく採用された種目なんですね。で、これまで開催されたカヤックシングルとかカナディアンシングルというのは、1人ずつ漕いでタイムを競っていく競技なんですが、カヤッククロスはですね4人一斉に漕いで順位を競います。なんで激しいバトルが展開されるという時点で面白いんですけれども、まず注目はスタートの仕方なんですね。はい、得意のスライドを用意しました。水面から高さ2メートルに設置されたランプと呼ばれるスタート台に4台並びまして、ここから用意スタートで落とされます。はい、床がバタッと落ちまして、4艇が同時にこの水面に落とされるんで、こう多分ボチャッという風にね落ちてスタートするんですけど、このバタバタっとした中からいち早く抜け出してこうスピードに乗っていけるかというのが非常にまず注目ですね。じゃあちょっとコース図を見てみましょうか。全長 300m あるんですけれども、先ほどのランプでスタートしてぐるっと 300m 漕いでいきます。で途中にですねゲートというものがありまして、ちょっと拡大できますか。ここを通過するんですが、このゲートはですね通る方向が決まっていまして、この緑と赤の部分がゲートなんですけれども、緑のゲートは回り込むように上流から下流へで、赤いゲートに関しては一旦通り過ぎてから上流へ回り込むように漕いでターンしなきゃいけません。で赤いゲートというのは2つあって、どちらを通っても構わないということになっています。で赤いゲートを通過するときというのは当然この4艇がね密集することになりますから、逆転が起こりやすいことになります。でこの黄色い部分何なんだという気がしますね。このカヤッククロスの特徴です。ロールゾーンと言います。でカヌーを転覆するみたいに回転させるんですけど、ちょっと言葉で聞いても分かりづらくないですか。なんとここにカヌーの模型があります。ちょっと可愛いですね。この、黄色のロールゾーン、何をするかというと、こうやってこう漕いでいきますね。多分こうやって漕いでいくんですよ。くる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 といきますね。はい、ロールゾーンに着きました。何をするか、ロールします。ちょっと見づらい、ごめんなさい。こう水中をこうやってロールするんですよ。もう一回やりますよ。ロールする。一回なんで水中に、カヌーはだともう素人がやったら転覆したように見えちゃうかもしれないですけど、こうやってロールするこのロールゾーンで、意図的にくるっと回転するというのがこの黄色のロールゾーンということで、なんだか見どころがいっぱいありそうな気がしませんか。であとはこうゴールに向かってですねゲートをいくつかクリアしていくんですけれども、これですね他の選手にぶつかって押し出しても OK なんです。選手自身に触れるのはダメなんですけれども、基本的には接触 OK ということで、非常にそういう激しさもあるカヤッククロス楽しみです。で、ここに出場するのが2人の GTTA ということで、その先ほど、結果でも紹介しました、チェコのロハン選手、そしてオーストラリアのホックス選手ということなんですが、まずロハン選手から紹介していきましょうか。東京ではカナディアンシングルで銅メダルで、コーチはお父さん、バルセロナの銀メダリストなんですけれども、当然お父さん超えの金メダルが欲しいなというところです。今回ね先ほどお伝えしたように、先に行われたカナディアンシングルでは6位だったんですけど、これね途中ゲートに触れちゃって2秒のペナルティーがあったということで、ペナルティーがなきゃ2位に入れる好タイムということで、調子が悪いというわけではなさそうです。ということでカヤッククロスでなんとかお父さん超えの金メダルを狙ってほしいなという気がしています。それからジェシカ・フォックス選手いきましょう。先ほどお伝えしたようにカヤックシングル、カナディアンシングル2つの金メダルを獲得しまして、3つ目の金メダルがかかるんですが、このカヤッククロスは世界選手権で21年22年と連覇しているということで、3つ目大いにありそうです。で、フォックス選手は、この大会オーストラリアの旗手を務めたんですけれども、実はフランスマルセイユ生まれということで、4歳までフランスに住んでた選手なんですよね。自分の生まれた国、ここフランスでオーストラリアの旗手を務めるなんてスリリングなんだろう、セーヌ川でのクレイジーな夜ありがとうパリというふうにインスタグラムにコメントしていました。素敵な写真ですね。さあそしてホックス選手の最初のコーチがですね、アトランタのカヤックシングル銅メダリストのお母さんだったということで、お父さんも5度の世界チャンピオンになっているカヌー一家、ホックス選手の3つ目の金メダルちょっと期待したいと思いますし、ロハン選手は今大会初メダルなるか、どうやって競技を見たらいいか、皆さん宣伝見てません？
ほぼ全競技無料配信している TVer でぜひ探してみてください。ちょっと私も探してみたいなと思います。さあここまで一気にいろんな情報をお届けしてきましたけれども、連日寝不足の方はちょっと眠くなっているかもしれませんが、ここからが見どころですよ。パリに中継をつないでいきたいと思います。三好奈穂キャスターが言っていますが、東京オリンピックの女子バスケットボール銀メダリストがこんな感じでパリオリンピックをね満喫してて、私は正直羨ましいですが、そのパリでの模様をですね、もう毎日のように連日でレポートをですねどんどん、トヨタイムズの X にアップしてくれています。で実際今お伝えしたカヌーのスラロームの会場にも三好さん行ってきたそうなんで、ちょっとそんな雰囲気も聞いてみたいなと思いますし、今日はじゃあどこにいるかというと、ちょっと地図を見てみましょうか。どこにいるんだ。エッフェル塔がありまして、ちょっとその東側ベルシーアリーナという赤い星のところにいます。バスケットボールの会場とか体操とかトランポリンが行われる会場なんですね。さあちょっとこのベルシーアリーナにいる三好さん呼んでみましょうか。多分楽しそうな表情で出てくるんだろうな。三好奈穂さん。なんだフランスわかりましたよ。かぶったね。ボンジュールムース京之介。ボンジュール。あれちょっと反応薄くないですか。いやごめんなさい、満喫しちゃってます。いいなっていう反応ですよ。びっくりしました森田さん、リハと違うじゃないですか。そうちょっとね森田さんびっくりさせたくてかぶってきちゃいました。似合ってます。はい、ありがとうございます。ちょっとパリ満喫させていただいてます。いやいいっすね。なんかいろいろ満喫してるというのは各所で拝見していますが、さっきカヌーの話したんですけど、スラロームの会場にも行ったんですね、三好さん。はい、行きました。パリの中心地からは、車で1時間ぐらい離れている場所なんですけれども、またこのパリの中心地の会場とは違ったような雰囲気、自然が多かったりして面白い場所でした。でそこでもそうですね、はい、今写真に写っているようにこういった水面があって、すごく近くで見れたんですよ。近い。なんかもっとね遠くから見てあんまりかなと思ったら、こんな距離で見られるんですね。もう本当に間近で見られて、でこう、もちろんその画面ではカヌー見たことありましたけれども、現地の近くで見ると、アスリート目線からいくとこの体幹の強さっていうのをすごく感じましたね。いやそうですよね。だってめちゃめちゃ不安定な水中ですごく細かくねこのカヌーをコントロールするわけですよね。そうなんですよ。ゲートのところをもう本当小回り利かせて漕いでいる姿とかはすごいなと思いましたね。でGTTA のオーストラリアのジェシカ・フォックス選手は、前のレースの、他の選手が結構いいタイム、もう涙を流すぐらいいいタイムを出してて、すごいプレッシャーのかかる中でのレース、決勝のレースだったんですけれども、それでも本当一つもこのゲートのところでミスをすることなく、もう素晴らしい漕ぎをして圧巻の金メダルでした。いいな、その瞬間見たのか。いや見れたんですよ。私最初の金メダルを見られたので、すごい幸せでした。もう近かったです。いいな。三好さん、同じような帽子かぶってる人周りにいます？何ですか？います？待ってあれ、なんか見覚えのある方がいますね。ボンジュール、ムーシ森田。ボンジュール。名前テロップ出てる寺尾悟さんという方ですね。あれ、今日あれですか、僕トヨタイムズの取材がここであるってちょっと情報を得たんで、自ら売り込んできちゃいました。すいません。まるでなんか私たちが声かけなかったからみたいな言い方やめてくださいよ。いやそんなことないですよ。もう今日やっぱりね、三好さんとやっぱり出たいという熱い思いが伝わったということで。いやでも寺尾さんはね、お揃いの帽子でね楽しませてもらってますね。寺尾さんは冬のオリンピックの人じゃないですか。そうなんですよ。なので僕はオリンピック自体は8回目なんですよ。選手としては4回、それ以外含めて8回目来るんですけど、とにかく夏初めてで、もう本当ですね、冬とは全く
全く、まあったかいとか寒いだけじゃなくて、やっぱ盛り上がり方もなんですか、競技がかなりコンパクトに集中して、いろいろ大会って見やすいんだなって、本当いろいろ学びが多いですよ。学びが多い。でも初めてなんですか、夏は。夏は本当に初めてですね。結局東京も現地行けなかったですし、これまで、オリンピックといえば自分の中で冬というイメージが非常に強かったので、そうですね、夏に行くっていうそもそもイメージがなかったんですよ。なんか夏冬で一番の違いは何ですか。服装が見張るってあれですけど、いつも冬行く時にスーツケース必ず大きいの2個持ってくるんですよ。やっぱり、はいはい。荷物がとにかく厚着が多いんで、今回1個で収まったっていうのが多いのと、やっぱり冬ってやっぱ寒いんで出るのって少しちょっと躊躇しちゃうんですけども、気候も非常にいいので、お客さんがとにかく多い、外に出てるっていう印象が強いですね。ちょっとね、なんか羽ばたいてる感じが今寺尾さん雰囲気出てますよ。全然ですよ。仕事でもう本当毎日毎日、三好さんほどじゃないですけどちゃんとやってますから。はい。見ました。ちゃんとね。はい。見ましたよ。なんかお二人が楽しそうにレポートしてるやつも。そうですね。そうモビリティパークですかね。そうです、それ。ちょっとその教えてくださいよ。はい、インクルーシブモビリティパークということで、はい、我々、現地へ行かせていただきまして、この写真がありますように、はい、三好さん前にね乗って結構これ安定してるんですけど、スピードもそこそこ出て、で、後ろから僕が、追いかけていく、ちょっと寂しそうな。これはあれですか、なんか車椅子に、はい、なんでしょう、なんかモビリティがくっついてる。そうですね、くっつけるんですよね。そうです。もう本当に普通の車椅子に、アタッチメントだけあれば、この駆動式のものをガチャンとはめ込むだけで進んでいけるですので、おそらく選手の方もすごい使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。そっか、じゃあこうやってモビリティパークにはいろんなこのモビリティの展示があるわけですね。はい、いろんなこれだけじゃなくてシーウォークだったりいろいろなモビリティの展示があって、それぞれ結構このように体験ができたりするので、すごく充実した空間でしたよね。そうですね、はい、もうゆっくり見ると1時間以上本当に体験できるということで、最高の場所でしたね。はい、なんか楽しそうですね、これもね。ね、楽しかったですね。よかったですね。本当にたくさんの方いらしてて、僕らも体験させてもらいましたけども、新しいなんですか、移動の可能性をすごく感じました。移動の可能性ね、いいな。はい。で、こういうのも楽しそうだし、それから競技も行ってますよね、2人は。教えてくださいよ、せっかくだから。はい、昨日一緒に女子バスケの応援に行ってきました。女子バスケ行きましたか。僕らもちゃんと見てましたよ。日本対ドイツ戦。やっぱですね、両方とも、日本も相手も自国開催、ドイツも開催じゃないんですけども、なんとなく僕らの感覚と日本の方が多い印象を受けましたし、スポーツということで本当にお互い点数が入るたびに非常に盛り上がって、改めてそのオリンピックの楽しみ方ですとかスポーツの良さを僕はちょっと個人的には感じました。はい、そうですね、日本の方が結構多くて、いろんな衣装というかをして応援に来てくださる、日本から来てくれてる方がいました。この写真みたいに顔にペイントして赤で染めてきてくれてる人とかもいましたし、あとは私が11月にパリ出張した際に、はい、ベルギーのブリュッセルで、日本人学校で、夢先生みたいなような話をしたんですけれども、そこでいた生徒が女子バスケの応援に来てくれたんですよ。偶然再会です。はい、偶然参加して声かけてくださって、日本人学校で教えてくれてありがとうございましたみたいな感じで言ってくれました。なんかこんな感じで、すごいですよね。こんな出会いが、本当にいろんなスポーツの方も見て来られてますし、本当にここで出会うのかっていう方は多分たくさんいらしたんじゃないかなと思います。なるほど。でもね、三好さん1個やっぱ聞きたいことがあって、大丈夫ですか、女子バスケはこれもう1試合ねありますけど。そうですね、そのドイツ戦は結構インサイド中でのプレーでやられてしまったので、
でこう40分間なかなかこう自分たちのペースに持っていけなかったので、負けてしまったんですけれども、ただまだ決勝リーグへの望みはありますし、はい、やはりこう東京オリンピックを一緒に戦ってきた私もメンバーの一員だったのでみんなを分かっているので、本当このままで終わる子たちじゃないです、はい、なので最後予選は最後のベルギー戦でしっかり戦ってまた決勝につなげてくれるんじゃないかなと期待しています。そうですよね、エブリン選手もね最後なんかインタビュー見ましたけど切り替えてくれるようなそんな感じだったんで、最後ベルギー戦期待したいですね。そうですよね、はい、本当に選手の思いっていうのはインタビューとかからでも伝わってきたので、もう本当に楽しくやりきってほしいなって思ってます。そうですね。あと三好さん、他になんか印象的な見に行った競技ありますか？はい、一昨日ですね、渡辺一平選手の試合に行ってきました。競泳の決勝ですね。どうでした？はい、もうなんて言っていいかわからないぐらいこう込み上げてくるものがあったんですけれども、やはりリオで、勢いが良くて、いい結果出せて、その後の東京でこう出場もできないっていうすごい苦しい8年間を過ごしていたので、そこでまたこのパリの舞台で決勝のレース、もう限られた人しか立つことのできない決勝のレースで泳いでる姿を見てすごく感動しましたし、もちろんタイムとしては、本人としてもこう納得のいかないところもあるかもしれない、悔しいところもあるかもしれないんですけれども、それでもなんか泳いだ後の、顔がすごくこうすがすがしいというかやりきったような顔をされていたので、そういったところも見れてよかったなと思っています。いやそうですよね、本当に8年間ってものすごく長いですけど、ね、周りもねやっぱ若い選手がどんどん出てくる中でまたその舞台に返り咲いてあれだけの泳ぎを見せてくれるっていうのは本当に感動しましたね。いや本当にもうあれだけのたくさんのお客さんの前で泳いでる姿が本当かっこよかったなって思ってます。でたまたま一平選手のお父様お母様たちと一緒に、応援することができて、でそこでもお母様とかも本当にまた最高の舞台に連れてきてくれてありがとうっていうような言葉もおっしゃられていましたし、すごくいいレース、いい大会だったなっていうふうに思いますね。いやいいな。いやいいですよ、もうね、一番いいですよね。現地いいですよね、こうたくさんいろんな競技見させていただいてますけれども、本当にこう感情のこの、そうですね。やっぱわーってなるし、国内の大会も盛り上がりますけど、ちょっとオリンピックはまた独特違いなますよね。雰囲気がありもますので、うすごくワクワクするし感動するし悔しい思いもするしって、なんかいろいろな経験をさせていただいてます。森田さんも本当に最高です。いやでも本当にそういうね選手のね喜びも悔しさもいろんなものをこう会場でね一体となってこう感じられるっていうのが、スポーツの醍醐味でもありますし、それの最たるものはこのオリンピックの会場かなと想像してますよ。想像通りですよ。悔しい。いやでも悔しい結果が出てしてもやっぱまた目指したいのがやっぱこのオリンピックかなって、やっぱ現場からも伝わってくると思いますので、まさにやっぱり我々スポーツ選手の一つ目指す頂点かなと思います。いやいいですね本当に。で今日この後は三好さんどうするんですか？この後はですね、後ろのベルシーアリーナで行われるトランポリンの森ひかる選手が出場するトランポリンを応援していきたいと思います。これもじゃあ生で見るんだ。すいません、生で見させていただきます。いいですね。ごめんなさい。だって森さんって今森回ま選手たかける思いがね違うでしょう。はい、そうなんですよ。こうメダルを期待されて臨んだ東京大会で
そこ予選敗退となってしまって悔しい思いをされているので、その思いをパリにぶつけてくれるはずだと思ってます。その後ろの会場で。そうです。ちょっと後ろの会場で今ちょうど予選が行われているんで、この予選が終わった後の決勝に応援に行きたいと思ってるんですけれども、ぜひパワーを、多分今もいい演技されて、はい、パワーを送ってあげてくださいよ。パワーをちょっと伝えていきたいと思います。はい。で寺尾さんはどうするんですか？僕ですか？はい、僕はですね、あと数時間したら飛行機に乗って先に帰国しますので、森田さんがスタジオでずっと寂しそうでしたので、はい、こちらは三好さんにお任せして、僕は先に帰らせていただきます。じゃあ席開けときますね。はい、ありがとうございます。土産話待ってます。楽しみにしてます。はい。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ三好さんは応援よろしくお願いしますね。はい、引き続き応援頑張ります。はい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俺二人いつの間に帽子取ったいいな。すっごい楽しそうでしたね、2人ね。でもそれだけオリンピックの現場が熱い、GTTA の頑張りが目の前にあるっていうのがね、よく伝わってきましたけれども、そっか、この後森ひかる選手登場か。いやー、ちょっとその結果がすごく気になりますけれども、パリ2024オリンピックは間もなく、でも半分ぐらいですかね、折り返しというところで、まだまだねたくさん応援できる選手います。閉会式まであと10日、すなわちあと10日応援できるということで、おなじみの競技はもちろんですね、今日ちょっと取り上げましたカヤッククロスなど、そういったね普段なかなか見られない競技にも注目して、ぜひ楽しんで応援していただければと思います。以上、パリ2024特集ウィーク2でした。さて、ここからは国内に目を向けまして、トヨタアスリートの結果と予定をお伝えしていきましょう。まずはサッカー名古屋グランパスの結果から予定からいきましょう。こちら水曜日にアウェイで17位の京都と対戦します。グランパスは現在12位ということで、降格圏へまだまだ油断できない状況です。まずは勝利して1つずつ順位を上げていきたいところです。で、こちらは来週の予定なんですが、トヨタが大会のスペシャルパートナーを務めますアンダー25日本車椅子バスケットボール選手権がスカイホールトヨタで開催されます。この日本男子チームというのはですね、東京パラで銀メダル、しかしパリの出場権を獲得できませんでした。厳しい戦いの世界なんですが、その車椅子バスケの未来を担う若き選手たちの戦いが、行われます。私去年見に行きましたけれども、車椅子バスケは本当にですね、バチバチぶつかり合って音も含めて楽しめる最高に楽しい競技です。ぜひ皆さん一度ご自身の目で見てみてください。で、これ会場ではですね、車椅子バスケの試合以外にも楽しめるスポーツ満喫エリアがありまして、我らが新体操の竹中七海さんは、演技を披露してくれたりとか、元女子バスケットボールの日本代表栗原美香さんもですね、このバスケ体験エリアなどにいるということで、これ入場が無料ということで、しかもこの暑い夏に体育館の中はエアコンが効いているということで、ぜひお子さん連れてスカイホールトヨタ訪れてみてください。そしてモータースポーツの結果いきましょうか。この週末、オートポリスで開催されましたスーパー耐久28号車32号車ともにですね、トラブルが発生しまして、5時間レースのゴールの瞬間に、コース上にはいられないという残念な結果になりました。32号車石浦監督 X に投稿しましたオートポリス大会もトラブルで悔しい結果になりました。事前の耐久テストでは順調に走れていただけに、レースの難しさを改めて実感していますということです。さあ、国内ではスーパー GT の第4戦富士があります。ここまでですね、ドライバーランキングトップを走っているのは坪井山下組、トップを走っているということは74キロのサクセスウェイトを積むことになるので、ちょっと厳しいレースになりそうです。一方でサクセスウェイトが軽いチームがね、優勝して一気に上位にポイントアップということも十分ありえます。ライバルチームはもちろん暑さとも厳しい戦いになりそうな予感、観戦の皆さんもぜひ暑さ対策をして応援してください。以上、国内のトヨタアスリートの結果と予定をお伝えしました。さあ、今日もたくさんコメントいただきましたので紹介していきます。サチさん、ジェシカ、
メダル取った後のインスタ可愛かった。そうなんですね。ジェシカ・ホックス選手は結構インスタの投稿がね、上手というか結構コメントをしっかり残してくれますので、ぜひ、ジェシカ・ホックス選手のインスタグラムをチェックしてみてください。それから木内さん、森田さんぼやきに聞こえるよ。僕のいいなってやつですかね。ぼやきですよ。いやスタジオのね、スタジオもいいんですけど、パリに行きたくなるじゃないですか。あんな楽しそうなのを見せられるとね。はい、それだけパリが楽しそうということで、これまだ来週もまたぼやくかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。マサジさん、アプリが見やすいから毎日楽しみです。六野さん、アプリね。じゃあちょっとアプリが楽しいということで、ちょっとアプリの告知もさせていただきましょうか。そう、トヨタエムズスポーツですね、アプリができまして、ちょっと見ていただけますか。公式アプリ登場しまして、このアプリボタンを押すとこうやってね、こんな画面が出てきますが、いろんなコンテンツあるんですけど、この中でシュッシュとこのパリオリンピック・パラリンピック特設サイトに行くと、こんなとこに行きまして、ここにですよ、ほら来たデイリーレポート。これがね充実してるんですよ。三好さんがいろんなレポートもあれば、こうやって体験コンテンツもあれば、インタビュー、そうちょっと僕これ見てほしいですね。ハンドボールの GTTA3 選手に突撃ね。ハンドボール選手はトヨタ自動車所属の選手はいないんですけれども、普段、見られないグループ会社の GTTA に三好さんが直撃してくれていますので、アスリート同士の会話って感じでね、非常に面白いです。それからこれ一番下ですよ。アスリート情報もこうやっていっぱい充実してるんですけど、これ一番下のこのアスリートの競技予定結果を今すぐ見る、ここに行くともう競技結果、これGTTA の情報がねこんな感じで載ってるんで、競技中とか言って、はい、なんでぜひともですね、このスペシャルサイトもぜひアプリを使ってご覧いただければなと思っております。6のまさじさん、ナイスコメントありがとうございました。別にお願いしてたわけじゃないんですよこれ。はい、さあということで、ぜひ、オリンピック応援してくださっている皆さん、トヨタイムズスポーツのチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。ちょっと三好さんのねだいぶ前のイラストなんで、ちょっと髪型がだいぶ変わってますけれども、三好さんです。はい、よろしくお願いします。さて、トヨタイムズスポーツ、来週の金曜日も、午後7時から最後ですね。オリンピックはね、パリ2024オリンピックの特集をお送りしたいと思います。で、1週間待ちきれないという方はさっきご紹介しました、アプリを使って、結果予定も含めてご確認いただければと思います。ということで、この週末も含めて見なきゃいけない競技があって、多分皆さん寝不足になるかと思いますが、応援をパリに届けていただきたいと思います。トヨタイムズスポーツ、ここまでのお相手は森田京之介でした。ということで来週金曜日の午後7時にワントヨタ行きたい。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独に不安を抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒーロイン、 We ultimates, We gonna make it shine, Oh 飛び込むんだスポットライト、
some days when I cried and cried all night. There were some days that I couldn't show myself. With loneliness in my heart. Oh, yeah. We all demand.